皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はいつか作ろうと思っていながらなかなか作ることができていなかったテーマを取り上げていこうと思います。どんなテーマかというと、日本人がこのまま今起きていることに対して無関心な態度を取り続けていくと、政府から反強制的に流行り病蔓延対策のあれを強要され、言った通りにしないものは食料の手配、サービス、医療、公的な施設の利用を限定されることになり、財産や収入を差し押さえられるか、新設される税金で徴収されるようになるかもしれません。これらは馬鹿げた妄想でもなく、そんなめちゃくちゃなことが起きている国が現実としてあるので警戒しなくてはいけないのです。その国では鎖に縛られた市民がいてというようなかつての奴隷社会のようなことが行われているのではなくて、街では普通に暮らすことができているのですが、規制だらけの監視社会の中で生きており、会話も通信も全て監視され、少しでも体制批判や行動をした時には言われなき罪で拘束されるということが起きていますから、異常に気がつかないと取り返しがつかないことになるわけで、それが今の日本にも起き始めているということなのです。私が感じる今日本で起きている異常なことというのをいくつか挙げてみると、1、大手マスコミは世界で起きていることを変更報道している、または隠蔽している。2、大手 SNS が言論検閲を行い憲法違反をしている。3、善良な人かどうか不明な移民をどんどん受け入れている。4、日本の国益を損なう政策ばかりを行っている。5、売国行為を行う県知事、地方議員が多い。6、現状苦しんでいる国民を増税でさらに追い詰めている。7、ごく一部の人間の権利ばかりを尊重し、その他大勢の権利を無視している。など挙げたらキリがありません。これらの行為はなぜ行われているのでしょうか。今回の動画は今世界で起きている危機的な状況の情報シェアと、何か違和感、危機感を感じている方のお役に立てる情報になると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、皆さんは全体主義や民主主義というものの意味をご存知でしょうか。これらは私たち庶民が幸せに暮らせるかどうかの重要なテーマになります。一方でグローバリストという言葉も聞いたことがありますが、これは全体主義を標榜している者たちを指します。私たちや子供たちの世代に明るい未来が来るか来ないかはグローバリストが目論んでいる計画が達成されるか否かにかかっています。そんな大げさなと思うかもしれませんが、知らぬは庶民だけで、私たち庶民の明るい未来のために戦ってくださっている方は世界中にいます。100歩譲って本当にそんなことをしているとしたら、彼らがやってくれるからそれでいいというわけではなく、少なくとも何に対して戦ってくれているのかを知って、自分には何ができるかそれぞれが考え行動することが必要になってきます。まず、言葉の意味を簡単に説明しますと、全体主義というのはウィキペディアから引用すると、全体主義とは、個人の自由や社会集団の自立性を認めず、個人の権利や利益を国家全体の利害と一致するように統制を行う思想または政治体制である。対義語は個人主義であるというように説明されています。つまり、国家全体の利害と個人の権利、利益を一致させるというと聞こえはいいのですが、現実的に起きていることを分かりやすく言えば、俺様の言う通りにしろ、お前たちは文句を言わずただ従っていればいいということになります。極端な言い方になっていますが、分かりやすく言うとこの通りになります。似たシステムに共産主義や社会主義、絶対主義がありますが起きていることはほぼ同じです。一方、民主主義は分かりやすいと思います。国民一人一人に権利があり、自由に考え、発言することができます。意見の食い違いは絶対に起きるわけですが、お互いの立場を尊重し合って妥協点を見出していくシステムなので、まどろっこしいし軋轢も生じます。いずれにしても、所詮人間がすることなので問題だらけであり、完璧などありません。このことを前提に話を進めていきますが、特にフォーカスしなくてはいけないのが、全体主義を標榜している者たちの価値観です。全体主義を標榜している人たち、グローバリストたちが救う代表的な機関が世界経済フォーラムです。彼らの価値観は、人には価値がないというところです。俺様の言う通りにしろという発想ですからそうなります。この価値観によって表面化していることといえば、独裁主義、ファシズム、植民地政策、奴隷制度、人口増加を問題にし削減する、
自分たちに反抗する者を監視、信用スコア社会ということです。そしてほぼ結論になることを言いますが、世界経済フォーラムが掲げるアジェンダという達成目標としてグレートリセットというのがありますが、このリストに掲げたような社会を実現して世界統一政府を作ろうとしているのです。念のため言っておきますが、悲観することはありません。自己の自由というものをすごく大切にする日本以外の国の人たちはこの異常さに気がついて行動を起こし始めています。それはデモだったり議会の動きなど、その表現方法はいろいろですが、デモや暴動のような暴力的な方法は得策ではなく、ますます彼らの思うツボになると思います。それらの感情に任せた動きはろくでもない輩たちも織り込み済みで、それを口実にさまざまな法律や規制をかけて自分たちの理想の実現に利用しようとします。最近フランスで起きている暴動も組織的で計画されたことがわかるような情報が明らかになってきています。そうです、わざと暴動を扇動しているのです。このチャンネルではいつも言っていることですが、幸せを願う人たちの方が圧倒的多数であり、グローバリストたちは圧倒的少数派です。なので圧倒的多数である私たちが賢く行動を起こせば状況は変わっていきますし、実際朗報がいっぱいあります。それはグローバリストたちが支配しているいわゆるグローバル企業の悪行について内部告発者が多発してきているということです。圧倒的少数派の彼らが人を支配下に置く手段として用いる手口の一つが金の支配です。ところが世の中は金をもらえればそれでいいという人ばかりではないのです。最近多発してきている内部告発を見てそのように感じます。この動きや情報について日本のマスコミは報道していない、もしくは真逆であると報道していることが多いことに驚きます。それはあらゆることに対してです。この世界中で起きている不都合な事実を洗脳された者たちに知られたくないからでしょう。ただ日本人は厄介かもしれません。というのは、私は日本人としての誇りもありますし、日本で日本人として生まれてきたことに感謝しているのですが、日本人の素晴らしい特質が今はマイナス要因になっているからです。もちろん例外はありますが、大多数の日本人は一般的にあまり金を儲ける人が偉いとか職業によって差別的な扱いはしませんし、争い事も好きではありません。それは30年以上も給料が上がらないどころか下がり続けている状態で暴動が起きていないということでも証明されており、良くも悪くもそれが日本民族の特徴だと思います。私は中国ウォッチをずっと続けているのですが、とんでもない事件や政策を目の当たりにするたびに、どうしてこんなことが起きるのだろうかとずっと疑問を持っていました。さらに自由と平等の国と言われていたアメリカで起きた2020年のアメリカ大統領選挙での数々の信じられない出来事、またそれに対する日本のメディアの偏向報道を目の当たりにした時に目が覚めました。そしてある事実にも気がつきました。それはかつてソ連とアメリカによる冷戦というものがあって、社会主義と自由主義の覇権争い、戦いだったと思いますが、結果はソ連は崩壊し、自由主義、民主主義が勝ったかに見えていたことに間違いがあるということでした。実際は全体主義、社会主義、共産主義は敗北して終わったのではなく、むしろ水面下で世界を全体主義にて支配する計画が相変わらず進んでいたのです。そしていよいよ今、表面化して分かりやすくなってきているというわけです。ところが、彼らの工作によって多くの庶民が洗脳され思考停止にされているか、お花畑状態にされているので、今起きている異常さに気がつかないという状況にあります。そして最も最悪なのは、社会主義、共産主義と自由主義、民主主義のどちらが勝利したとしても庶民に楽園は訪れない仕組みになっていたのです。どっち転んでも人を支配する仕組みであることには違いがないからであり、全体主義を実現するためのプロセスが違うだけなのです。ここに気がついた時はゾッとしました。そのようなことが真実だと仮定して考えると、いろいろなことに合点がいくようになります。例えば、赤い国が行っている人の権利を侵害する行為や、体の部品を売るビジネス、子供を使った強制的に働かせるシステムのどれをとっても西洋諸国が過去に行ってきたことであり、今も行われています。西洋諸国は、ここ数年前から急に赤い国の悪行を指摘し非難していますが、そのようなことは昨日今日分かったことではないはずです。大切なポイントは、全体主義の実現に対していくつかのルート、オプションがあると思った方がいいようです。そろそろまとめに入りますが、全体主義の実現をするために欠かせないこと、そのプロセスで起きることというのは強制です。それが現実としてどのように起きているか押さえておく必要があります。その一部を挙げておきます。
1、お注射の圧力。2、労働規制。3、増税。4、物価高。5、発言のチェック。6、個人情報管理のデジタル化。7、差別という名の社会混乱。などがあると思っています。他にもありましたらぜひコメント欄にてシェアしてください。1については言わずもがなであり、あまり触れると危ないので触れませんが、日本だけが抗がん剤同様、世界の不用品最終処理場になっています。子供たちがかわいそうすぎです。2は働き方改革と呼ばれている日本人の労働意欲をそぎ落とし貧困化につながるものになりますし、3や4も同様です。5は本当に異常なことになっています。これがひどくなると赤い国のようになります。日本もこのままやりたい放題させていたら少なからずそちら寄りになるでしょう。6はまさにマイナカードのことでトラブっていますが、計画通りに進んでいないということについては神風が吹いているのかもしれません。このまま亡き者にしたいところです。7も日本国内で問題が噴出しており、自民党内部でも分裂が進んでいると思います。これらのとんでも法律に言えることは、社会の混乱と分断が目的です。グローバリストたちは高みの見物で、庶民同士を対立させるために、少数民族の問題や人種差別に対して工作活動を行い、わざわざ問題化し混乱させているのです。北海道でも沖縄でも仕掛けられていますよね。LG なんとかという法律もとんでもないと思いますが、社会が混乱するようなことをどんどん仕掛け、合わせて経済危機、物価高を引き起こしてどさくさ紛れの世界統一政府の樹立を実現させているのだと思います。これらのことは私の妄想ではありません。もちろん憶測も入っていますが、元となるグローバリストの目指す世界というものははっきりしていますし、歴史を紐解けば納得できるはずです。いつの時代でも方法は違えど、人を支配する側と支配される側との戦いであったと言えるかもしれません。いかがだったでしょうか。私が今現在の日本の状況について懸念を表現した動画となりましたが、日本人という民族はろくでもない輩たちにとっては驚異的な存在なのだと思います。だからこそ彼らは日本人が二度と立ち上がることがないよう日本人たる部分の破壊を続けているのだということについて考えてほしいと思いました。かつて数百年もの間、植民地時代を構築したグローバリストたちは、支配した国、地域の人たちを人間扱いせずに奴隷化して働かずして富を得てきました。それをぶち壊したのが大東亜共栄圏構想を打ち出し、大東亜戦争を起こした私たちの祖先、先人たちです。ここに異議を唱える人がいると思いますが、結果としてその後多くの民族が独立を果たしました。これが事実です。少なくとも日本が西洋諸国の支配体制に対して異論を唱え、抵抗した結果、彼らの栄華が終焉を迎えることになったことは歴史的事実です。これらのことは日本人だけが唱えている歴史認識ではなく、むしろ自虐史観を刷り込まれた日本人に対して海外の要人がエールを送ってきています。マレーシアのマハティール首相、台湾の李登輝総統がかつての先人たちの偉業をたたえ、今の日本人に奮起するよう促した書籍が出ています。それほど日本が世界に与えた影響は大きいものであったわけです。だからこそ二度と歯向かってこないように徹底的に日本の国体を滅ぼすようなさまざまな政策、工作を行ってきたのだと思います。普段は争い事を好まない日本民族というのは、いざとなった時には座して死を待つことはしません。今はかつての時代とは違い、IT 技術によって世界中の同じ価値観を持った人たちとつながることができます。今まで述べてきたような異常な世界に対して自由を取り戻す動きが世界中で起き始めており、グローバリストが行ってきたおぞましい悪行も白日のもとにさらされ始めています。残念ながら日本人の中にも彼らの仲間はいて、厳密に日本人なのかどうかは置いておいて、仲間と見せかけて人心掌握しながら真逆に誘導、もしくは混乱や対立に火に油を注いでいる者もいたりするので判断が難しい面もありますが、日本人が立ち上がるべき時期が訪れてきたと思います。何ができるか、それはまず真実に目を向けて世界を見渡すことから始める必要があるでしょう。テレビ、新聞を見ることは百害あって一理なしです。すぐ利用をやめるべきであり、こういった自分次第でできることから取り組んでみてはいかがでしょうか。この動画をきっかけにご視聴の皆さんが感じてきた違和感の解消につながることを祈りながら動画を終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、
通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。